失礼。どうも、外地です。ちょっと暑いんで、うちわを。なんで今日はこんなの着てるかというと、ですね、ある方のご紹介で、東京都がやってます、アートにエールをというところで、表現者が発表できる場がありまして、そこにちょっとね、一人芝居をあげることになりまして、それの稽古の後なので、こんな感じで、そこに一応 OK されたんでアップして、そこの定時期間、上映期間が終わったら、フリーになるので、このねサテライト外地にもやっと芝居が1本入ると思います。10分ぐらいのあれなので。そっちのアートネエールの方にアップされたらここでも、紹介しますので、ぜひ先に見たい方はそちらで。有料かどうかは分かりません。うちは無料。やっぱりすまんですな。ほんで今日ね、どこがディープだと言われたいね。でこの前の外地の日常散歩編長かったね。ごめんね。でも1時間半歩いたのを30分にもっと短くしろって。はいはい、わかりました。今度からそういたします。とか言って、その中でも言ったんですけど、そのね、体が変容していくということを言いました。今回は、言っちゃおうかね、それね。まず最初、これ、ダーン！これはね、あまりよくわかんないね。でもこれがね、8歳かな。小学校3年の時。8歳ね。これはうちの近所だな。うちの横か。で、なんとなくわかるでしょ？小学校入る前に骨折して、その星葉先生が通ってくれて、ごめんね。星葉先生が通ってくれて、鎖骨は治りました。で、小学校3年生の時に、その時は俺多分運動神経切ってる割には、何かをね、媒介するとうまかったんだよ。うまかったっておかしいけど、まず自転車が好きでね、もう小学校、これはまたごめんなさい、鼻ほじっちゃった。今度話しますけど、これちょっと近々うざったいね、やめる。小学校5年の時にはもうすでに長距離を行ってたんですけど、自転車で。その前もね、小学校3年ぐらいの時、3年ぐらいの時からみんな引き連れてその辺サイクリング行ったりしてるぐらい自転車は好きでした。自転車という媒介物を返すと俺は行くんだよ。で、近所のおばさんのパンク修理とかして小遣い稼いだこともあります。それは自転車ね。で、何が言いたいかっていうと、小学校3年生になる前にずっとローラースケートっていうのをやってたんですよ。当時はね、すごく知らないかな。安いやつで、運動靴の上からっていうか、運動靴履いてカパッとはまって、ローラースケートあったんだけど、なんと僕は編み上げの靴がついたやつを買って、一人くるくる回って後ろに向きに行ったりとかしてたのよ。それだね。で、踏切があるんだけど、うちのところに、知らねえか。その踏切が踏切行って上でパーンってジャンプして、ちょっと登ってたからね。行ってる練習してたら、グキッと来たわけよ。普通のね、そのサンダル型のスケートだったら、そこでシャクッと外れるんだけど、なんと編み上げだったんで、左の足の中に太い骨とね、細い骨2本で足ができてるらしいのよ。すねんとこね。あれ音聞こえたもんね、ボキボキって。見事に。足首じゃなかったからまだよかったのかな。いや、よくねえよ。死ぬほど痛かったもん。そこでボキボキ折っちゃいました。で、また、星葉先生が、まだかお前っつって来てくれて、今度はちょっと長かったね。2本折ったからね。で、また和菓子を食べて帰るわけですよ。そこから僕は食べた。寝て食うんだもん。しょうがないよね。で、こんな感じになって、次、どれかな？次は、これわかるかな？次これいこう。これ
一家でね写ってんの。まあ親父とおふくろね、一番端にいるのがおふくろのおばあちゃん。この人は仲良かったね。で、横にいるのが4つ離れたいところ美香ちゃん。で、みかん持ってぷっくりしてるのが俺。これはなんと、万博に行く、東京駅の新幹線のホームですね。そうこれ万博ね、好きでね。1970年、俺が8歳の時だよ。ね。今思えば第二次安保だよ。万博なんて浮かれてちゃいけないんだよ。だけどその時は分かんないからね。今こうやってね、一表現者として、そんな偉そうなもんじゃないけど役者としてその時代を生きてたんだったら、やっぱり第二次安保を知りたかったけど、8歳じゃね。まあね、おふくろさんに本買ってもらって、本買ってもらって、読めないじゃん、漢字が。全部ルビー打ってもらって、覚えたよ万博は。イタリア館、カナダ館、アメリカ館ね。で、まあ短い間行ったんですよ。で、次の写真、ドン！万博行って食ってんね。この、なんだ足の開きは。これはね、アイス食ってんだね。横にちょっといるのがこれミカちゃんだね。そう、こんな風にね、太ってきたわけですよ。たまらない。もうね、もう、着るものがこれからまた太っていくからね。まあそれ次回ね、4年生5年生の時に、もっと太るわけですよ。まあこれがね、歩いてる時も言ったけど、中学もまあまあ太ってた。ギター弾いてたけどまあまあ太ってた。で高校になって真剣にね、そう今までだってずっと女の子が好きだったよ。でも真剣に異性を意識した時によしっつんで、まあそれとね、あと高校1年の時に真剣に俺はモトクロスっていうね、山の中こう山とか川とかでさ、こうジャンプしたり土の上をするオートバイのレースのプロになりたかったんで、それもあってまあその頃からボディビルは一応ボディビルって言っちゃいけないよね。ウエイトトレーニング、大会出たことないからね、ウエイトトレーニングを始めてんだけど、まあその頃からまあ少しずつ普通に戻ったと。まあそれはだいぶ後の話だからまあ後でいいんだけど長いね、酔ってる親父は長いんだよ。で戻ってね、今日は小学校3年までね、8歳まででこんな感じだったのね。次は嫌だったな。だからさね、そうなんか媒介物、ローラースケート、スキーもうまかったよ。俺は小学校2年の時に湯沢の先に、今はさでかくなっちゃったけど岩っ原っていうね、スキー場があるのよ。当時は誰も地元の人しか行かなかったんだから、リフトもなかったんだよ。ロープ塔っつって知らねえだろ。こうね、一本のこうロープビューンとこう回ってるの。その先にその一個一個さ、ある程度区間にこう紐がぶら下がってて、横に木の棒があるんだよ。でそこをまたいで上までビューっていく。分かった？まあそういうのしかなかったの。そこでまあ一本杉って場所があったんだけど、俺は一本杉の振動と言われたからねそこで終わっちゃったけどね。まあいいや、スキーでしょ。でチャリンコ、まあチャリンコって言っちゃいけないんだな、自転車。これはすごかったよ。もう当時からね、そのモトクロスを真似してジャンプしたりとかさ、もう全然できたからね。まあそのあんま苦い思い出は5年生の時までちょっとね、5年生の時までちょっとね我慢してね。でまあね、だけど自分がやるのはダメだったんだよ。だからね、この次の写真すごいよ。もう今も大した顔じゃないけど豚みたいな顔してっからね。ダン！やだね、嫌だったんだろうね。これだよ。まあ、うちから歩いて2分ぐらいのところにある神社があるんだけど、そこの前で撮ってんだけど、いや嫌だった。だって面つけるまでいかなかったもん。あれつけたのか。でもダメだったの。もうないしょ運動神経悪くてボッコボコにされるし、そこに来てるね先生がね、前言ってなかったっけ、近くにいるね歯医者の先生なんだよ。怖いんだ。目つり上がってね、今思うとね、亡くなっちゃったけど文学座の加藤武さんの目を細くしたようなね、要は怖い人なのよ。だって歯医者行くじゃない。なんだお前我慢しろ、痛いのくらいって言うんだよ。信じらんないよね。まあその先生が教えてんだ。まあ放課後ね、その小学校のさ、体育館か、講堂じゃなかった体育館でね、いやーしごかれた嫌でね。だって運動神経切ってんだよ。
できるわけないじゃん。しないなんか。後ろこうやってバーンってケツ打っちゃうし。もうね、嫌だったね。このデブの豚みたいなのがさ、どうやってしない振るんだよ。多分半年ぐらいでやめたよ。なんかね、嫌だったのね。あ、やだやだ。まあいいんだよ。まあ、小学校3年まではそんな感じでブク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 太って、ね。ダメでしたね。で、まあ、これから、次は5年に飛ぼうと思うんだけど、まあ、失敗談なんていうもんじゃないね。なんだろうな。本当ね、人間やめたくなるよ。こういうことが続けば。だからね、俺ね、自慢じゃないけど友達いないよ。いやーね、ほんとね、わがままで、いかん、電話切るの忘れちゃった。なんかピコピコ言ってる。ごめんね。まあいいんだけど、いや、何言ってたっけ。そう。わがままで、で、ほら、ね、当時さ、別に頭いいわけじゃなくて、運動できるわけじゃないから、いや、孤立したよ。一個だけ小学校5年の時の、あれ6年か。5年か。修学旅行の思い出ね。行く前だよ。クラスのミーティングで、ボソボソ言ってんだよ。まあ俺、ね、名字河野って言うんだけど、河野をどこの班に入れるってみんなでボソボソ言ってんだよ。そのぐらい孤立してたよ。ねじれるよね。いいんだよ、ねじれてね。ねじれていいの。役者にとっちゃマイナスになんないのとか言って。今日も長かった。ちょっと今時間見るね。これ、目透けてっから見えねえや。まあ、こんな感じで。本当にごめん。こういう証明書と暗いって言われるけど、まあ、ね。暗い話だから、明るく言ってっけど。言われんだよ。外地いいね、お前。何の悩み事もねえだろうと。何言ってんだ。今だってそういう、もう大体決まった夢ってあるからね。これ話すと長くなっちゃうけど、大体何個か決まった夢があるんだよ。それを見るともう汗びっちょりで起きるからね、冬でもね。今度その夢の話もしようね。いくらでも語れちゃうね。語っていいんだけどさ、よくねえか。すいません。そんな感じでね、そろそろ時間となりました。知らないでしょ。まあいいんだよ。大正テレビ寄せだよ。こんな感じで今日もいい感じでパライ四つで語らせていただきました。外地が語る外地。ね、誰も聞きたくはないが、ちょっと笑ってしまうか、思わず聞き入ってしまったような話を心がけております。Subscribe, please. Please wait, subscript. ね、そんなに英語うまくないんで、ね、I will try it, but my だってもうこれ以上言えないからさ、ね、だからもうちょっと字幕はちょっと考えてますんで、もう少々お待ちを、ご登録よろしくお願いいたします。評価の方もお願いいたします。ね、あとコメントいっぱい書いてください。ね、何書いてもいいから、いろいろなことをこうね、反映して、もっと短くしろとか、ね、お前の顔ばっかり撮るんじゃねえとか、まあいろいろ言ってください。前向きに検討はしますから。ということで、今宵も長々お付き合い、あざさ、あざーす。じゃあ私はちょっと、あともう少し飲んで、もうすぐ編集しちゃおうかな。じゃあ、どうも、外地でした。おやすみなさい。なんかな。